笑いの正体、進化が生んだ奇跡。ぐははは、この猫、ジャンプ失敗した。お腹痛い。はあ、面白い。涙出てきた。ずいぶん楽しそうですね、ガク君。でも、なぜ失敗を見て笑うんでしょう？だって、予想外の動きでドテッとなるのがおかしいから。冷静に考えると不思議じゃありませんか？はははと大きな音を出して、体を痙攣させて、呼吸を乱す。野生動物としては、自分の居場所を敵に教えるような、かなり危険な行動ですよ。言われてみれば、なんで僕らは、面白いと音が出ちゃうんだろう。実は笑いは人間関係の潤滑油であると同時に進化の過程で生まれた生存のための信号なんです。そして AI が最も理解に苦しむ人間最後の聖域でもあります。今日は笑いの起源とその複雑なメカニズムについて解明しましょう。まず笑いの起源について最も有力な説を紹介します。安全確認説、フォールスアラーム説です。安全確認？工事現場ですか？太古の昔、サバンナで暮らしていた人類を想像してください。茂みがガサガサっと揺れました。ガク君ならどうしますか？ライオンかもしれない。と思って身構えますね。心臓バクバクで逃げる準備をします。脳は瞬時に恐怖を感じ、緊張状態になります。でも、出てきたのが可愛いウサギだったら？ああ、なんだウサギか。よかったってなりますね。力が抜けます。その時、ほっとしてハハハと笑いませんか？あ、確かに。なんだよ。ビビらせやがってって笑っちゃうかも。それが笑いの正体です。危機が去った安全だという情報を仲間に知らせるための信号なんです。もし黙っていたら周りの仲間はずっと警戒したままですよね。エネルギーの無駄遣いです。だからハハハ、警報解除と大きな音を出して群れ全体の緊張を一気に解く必要があったんです。なるほど。笑いは安心のサイレンだったのか。だから私たちは緊張が緩和した時に笑うんですね。ジェットコースターやお化け屋敷から出た後に笑うのも死ぬかと思ったけど生きてたという安全確認の本能です。サスペンス映画で緊迫したシーンの後にちょっとしたギャグが入るのも観客をリラックスさせるためですね。ちなみに人間のようなハハハという笑い方は直立に即歩行のおかげなんですよ。歩き方と笑いに関係があるんですか？チンパンジーも笑いますが、彼らははっと息を吸ったり吐いたりしながら笑います。四足歩行だと走るリズムと呼吸が連動してしまうため呼吸のコントロールが苦手なんです。でも人間は立ち上がったことで移動と呼吸が独立しました。その結果息を吐きながら断続的に音を出す技術を手に入れました。へえ、僕らの笑い声は進化の最先端なんですね。次に笑いの社会的機能についてお話ししましょう。猿は毛づくろい、グルーミングで絆を深めますよね。のみを取ってあげて仲良しアピールするやつですね。でも人間は集団が大きくなりすぎて全員と毛づくろいをする時間がありません。そこで登場したのが会話と笑いです。これを音声によるグルーミングと言います。離れていても同時に複数の人と気持ちいいを共有できる笑いは効率よく仲間を作るためのツールに進化したんです。確かに一緒に笑うと一気に距離が縮まりますもんね。それにつられ笑いもしちゃいます。それは脳のミラーにニューロンの働きです。相手の行動を鏡のように真似る細胞が共感を呼び起こすんです。テレビの笑い声の効果音もこの強制的な共感を利用しています。赤ちゃんの笑いも実は生存戦略の一つです。生まれたばかりの赤ちゃんが寝ている時にやっと笑うことがありますよね。あれは新生児微笑といって面白いわけじゃなく反射的に筋肉が動いているだけなんです。愛想笑いだったんですか？そうすることで親に可愛いと思わせ守ってもらう確率を高めているんです。あざとい。でも可愛いから許しちゃいますね。生後2ヶ月頃からはあやされると笑う社会的微笑に変わっていきます。しかし笑いには攻撃というくらい側面もあります。ガク君が最初に笑っていた猫の失敗動画、これは優越感の笑いと呼ばれます。哲学者のホップズは笑いを突然の栄光と定義しました。他人の劣った姿を見て自分はあいつより優れていると確認した時の快感です。うわ、なんか性格悪いですね、人間って。でもいじめや嘲笑の根底にはこの心理があります。自分たちは安全圏にいると確認して結束するためにターゲットを笑うんです。笑いは武器にもなるんですね。怖いな。一方で心理学者のフロイトは別の視点を持っています。精神的エネルギーの放出です。私たちは普段社会のルールや常識で自分を押さえつけていますよね。はい、真面目にしなきゃって我慢してます。その我慢に使っていたエネルギーがジョークによって一気に解放されるとき、余ったエネルギーが笑いとして爆発するんです。だから
下ネタや不謹慎なジョークほど面白いんです。抑圧が強いほど解放された時の反動が大きいからです。逆に笑ってはいけない場面で笑ってしまうこともありませんか？お葬式とか先生に怒られている時とか。あります。あれ不謹慎で自己嫌悪になるんですとね。あれは失笑恐怖症に近い状態で脳のパニック反応なんです。過度の緊張に耐えきれず強制的にリラックスしようとして笑いのスイッチが入ってしまう。脳の安全弁が暴走しただけだったのか、性格が悪いわけじゃないんですね。ここで興味深い事件を紹介しましょう。1962年タンガニーカ、現在のタンザニアで起きた笑い病です。笑い病？楽しそうな病気ですね。とんでもない。ある寄宿学校の女子生徒3人から始まった笑いが学校全体、そして周辺の村へと感染し、1000人以上が笑い転げたんです。数時間から長い人は16日間も笑い続けました。16日間？腹筋崩壊どころじゃないですよ。呼吸困難、失神、泣き叫ぶ人もいて、学校は閉鎖されました。原因は集団ヒステリーだと考えられています。独立直後の社会不安やストレスが伝染性の笑いとして爆発したんです。笑いは極限状態での防衛反応でもあるんですね。ジョーカーみたいだ。笑いって狂気と紙一重なんですね。ところで AI は作り笑いと本物の笑いを見分けられるでしょうか？最近の AI ならできそうですけど、人間でも難しいですとね。19世紀の神経医学者デュシェンヌは本物の笑顔の特徴を発見しました。目の周りの筋肉、眼輪筋です。口角を上げる筋肉は意識して動かせますが、目の周りの筋肉は本当に楽しい時しか動かないんです。目尻にシワができるのが本物の証拠、デュシェンヌスマイルなんですね。目が笑ってないってやつは科学的に正しかったのか。最近の AI はこの微細な筋肉の動きを解析して感情を読み取ろうとしています。でもユーモアを理解するのはまだ難しいでしょう。笑いが生理現象ならユーモアは高度な知的遊びですから。最後に笑いの健康効果についてです。笑う角には福来たるは科学的に正しいんですか？大正解です。笑うと脳内でエンドルフィンなどの幸福物質が分泌されます。その鎮痛作用はなんとモルヒネの数倍とも言われているんです。モルヒネの数倍？最強の痛み止めじゃないですか。さらにがん細胞を攻撃する NK 細胞、ナチュラルキラー細胞も活性化します。ジャーナリストのノーマン・カズンズは難病をコメディ映画を見ることで克服しました。10分間大笑いすると2時間は痛みが和らいだそうです。笑いは副作用のない薬なんですね。たとえ作り笑いでも脳は楽しいと勘違いしてある程度の効果があるそうですよ。だからラフターヨガ、笑いヨガなんて健康法もあるくらいです。理由なくは母と笑う体操ですが効果は本物です。脳って意外と単純なんですね。今日は人間と AI を分ける最後の壁、笑いについてお話ししました。恐怖の裏返しであり、攻撃であり、薬でもある。奥が深いですね。辛い時こそ口角を上げてみてください。あなたの脳が安全信号を出してくれますよ。はい。とりあえず鏡に向かってデュシェンヌ、スマイルの練習をします。皆さんは最近いつお腹を抱えて笑いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。